Hi everyone, this is audapostrophe. Let's continue our game of Root Film on Nintendo Switch. One hour later. Gathered in the Kotoshiro Estate's parlor are Ayane and her mother, Kazuya, the servant, and Mai. They were all informed by Manba that the culprit had been discovered, and so everyone present are visibly quite nervous. Under that heavy atmosphere, Riho enters the room with Manba and Manabe. 皆さん、お待たせしました。もうお呼びした全員集まってるようですな。マンバさん、我々は犯人が分かったと聞いてここへ集まっているのです。つまり、工作さんも聖司も殺されたということですの？その辺についてはこれからこちらのリホさんが説明してくださると思います。リホさん、よろしく。はい。At Manba's introduction, Riho takes a step forward. As she does, the room fills up with noise. ちょっと待ってください。こちらの方が説明をするんですか？警部さん、悪い冗談はやめていただけますこと？こちらのお嬢さんは一般人ではありませんか？ Everyone begins complaining, but Riho silences them with a single thundering exclamation. お静かに。確かに私は一般人ではありますが、今回の事件の謎と真犯人について完全に解き明かしました。今からそれを皆さんに聞いていただきたいのですが、質疑応答形式でやった方が分かりやすいと思います。なのでどなたかに相手役をお願いしたいのですが、あやねさん。私？はい。これから私が推理を話していきますので、気になったところは随時突っ込んでください。私を論破するつもりで思い切り反論していただいて構いませんよ。はあ、それはいいけど、リホの改まった感じ、違和感あるな。Ayane moaned in complaint, but steps up to the plate nonetheless. Seemingly satisfied, Riho takes a single deep breath and parts her lips to speak. 今回の2つの死、工作さんと聖司さんについて解明するにあたって最も困ったのは、2つの事件に共通する犯人が見当たらないということでした。工作さんをあの日死に至らしめることができる機会があったのは聖司さんだけ。他の方は全員アリバイを持っています。ああ、そうだね。あの日は私もお母さんも和也も全員先代の葬儀の打ち合わせをしてたもん。そう。なのに第2の事件では唯一アリバイのない聖司さんが殺害された。つまり両方の事件を実行できる犯人がいないのです。そこで連続殺人という考えをやめて聖司さんの殺害に関してのみ絞ることにしました。その結果、聖司さん殺害の犯人が分かったのです。 She already said this, but Riho once again points out she found out who the culprit was. Everyone present exchanged doubtful glances. Among everyone, Ayane alone replies in her usual tone. 言われてるから反論してみるけどさ、政治おじさんのいた部屋は密室だったじゃん。なのに殺人ってどうやって？あの部屋にあったボウガンには引き金のパーツに糸が取り付けられてました。その糸を伸ばした状態で固定しておいて、あるタイミングで糸を切ることで矢を発射したんです。いやだからさ、そもそも政治おじさんが殺された時、全員部屋の近くにはいなかったわけじゃん。だったらそもそも糸を切るとか無理っしょ。いえ、人力ではなく自然の力を使って糸を切断したんです。それを示す痕跡が部屋にありました。それは Crossbows brought by Seiji. There are faint burn marks on the tatami mat.
の焦げ跡です。畳？ええ、修練火災って知ってますか？鏡や水の入ったペットボトルがレンズの役割を果たして太陽光によって火災が起こるんです。犯人は今回のトリックにそれを利用した。その痕跡が畳の焦げた跡なんです。いや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 、ちょっと待ってよ。だってあの部屋って鏡とかペットボトルとかなかったでしょ。それでどうやって？あるものを利用したんです。そしてそれを置くことができた人物は一人しかいない。つまりその人物が犯人というわけです。それはいいけどさ、犯人がいつどうやってそんなもの置いたってのよ。部屋は密室だったわけでしょ。それはWhen the incident happened, no one walked through the corridor after Ani passed through. On the night Kosuke died, Seiji was the only member of the Kochiro family to be out of the estate. Kosuke's car sank at like 9:30 p.m. Guess it's this one. あやねさん、あなたは事件の直前に私たちにアイスを振る舞ってくれましたね。そうだけど、台所行って戻ってきた。それだけよ。別におこもりの間に入ったりしたわけじゃない。和也だってそれを見てるはずだわ。Let's see. Kazuya nods in agreement at Ayane's words, but Riho continues as if not paying that any mind. そう、おこもりの間には入ってない。でも台所から裏手の庭に回ることはできますよね。裏手の庭に回ればおこもりの部屋の小窓があるんです。ちょっと待ってよ。さっきから聞いてると私を犯人にしたいみたいだけど、それでなんで私が犯人ってことになるのよ。例えば強盗みたいな連中が塀を越えて入ってきたとか、裏口から忍び込んできたとかあるじゃない。いえ、この犯行を実行するにはどうしても一度台所に行く必要があったんです。台所に？なんでそんなとこに行かなきゃダメだってのよ。なぜそれが必要だったか、それを示す証拠があるんです。それはNo traces of alcohol were discovered in Kosuke's body. The crossbow was brought by Seiji. There's a bit of water in the goldfish tank. That's all there is. おこもりの間にあった金魚鉢です。犯人はその金魚鉢を修練効果を起こす道具立てとして使用したんです。ウケる。ウケる？そうだよ、ウケるわそれ。だってさ、金魚鉢に水は入ってたの？水が入ってなきゃ修練効果なんて起きないんだよ。そう、それこそがあやねさんが犯人と特定できた理由なんです。誠司さんの悲鳴を聞いて駆けつけた時、部屋の中の金魚鉢は一見空のようでした。しかし後に私たちが調べた時、底の方にわずかですが水が入っていたんです。何よそれ、リホが見間違えたって話？そもそもちょっとの水じゃ修練効果なんて可能ですよ。そのわずかな水を氷にして側面に貼り付かせておけばです。実際ある番組で氷を使ったレンズで火を起こせるか実験したところ、見事成功したそうです。つまり氷レンズによる修練効果で妨害に仕掛けた糸を焼き切ることも可能なんです。でも氷のレンズなんてどうやって？
番組では板状の氷を磨いてレンズを作っていましたが、金魚鉢の形を利用すればもっと簡単です。まずわずかな水を入れた金魚鉢を横倒しにして冷凍庫で凍らせる。次に反対側に水を少し入れて同様に凍らせれば、これで一見水の入っていないように見える金魚鉢の完成です。おそらくその際に曇ったり水滴がついたりすることのないように曇り止めスプレーか中性洗剤で金魚鉢をコーティングしてあったでしょう。そうしてできた仕掛けは時間が経てば氷は溶けてしまうし、金魚鉢にはわずかな水が残されるだけ。犯行後には一見してそれが修練効果に利用されたとはわからないというわけです。犯人はそんな風に凍らせておいた金魚鉢を冷凍庫に保存しておき、タイミングを見計らっておこもりの間の小窓からそっと事前にテストしておいた位置に置いた。誠司さんは正面に向かってエビスサイモンを唱えていたのですから、ちょっとやそっとの物音は気づきません。やがて時間が経つと日光の修練効果で糸が焼き切れ、ボウガンの矢が発射される。これがこの事件のトリックだったんです。そしてそれができるのは台所を経由して戻ってきた綾音さん、あなただけなんです。どうやらここまでっぽいね。Ayane's expression completely changes and she shrugs as if a weight had been taken off her shoulders. そう、全部正解。私がやったよ。あのクソじじい、酒を飲んじゃ暴れて、動物をボウガンで撃ったり、和也に暴力振るったり、そんな奴が当主になるなんてありえないっしょ。だからその時が来たらやってやろうとずっと前から準備してきたんだ。工作おじさんだってそう、勝手に家を飛び出して後のことは全部お母さんに尻拭いさせて、今までこの家を何とか支えてきたのはお母さんなんだ。だったらそういう人が当主になるのが当然でしょ。綾音、あなた。でもリホたちには巻き込んじゃって悪いことしたと思ってる。マジごめんね。Ayane speaks with her usual bright tone. There's no signs of regret in her expression. If anything, she looks refreshed and relieved. ちょっと待ってよ。Mai, who had kept silent until then, suddenly speaks up. Her face is contorted with so much anger. Ryo had never seen her like this. そんな理由でお父さんも殺したの？そこまでしなくたってよかったじゃない。なんでお父さんまで。ミエのお父さんのことは知らないよ。私は工作おじさんを殺してない。死んだって聞いた時は本当にびっくりしたけど、そもそも政治のクソじじいがありえないってだけで、工作おじさんが戻ってきて当主になるならそれはそれで構わないと思ってたしね。そんな嘘ならなんで。Ryo steps forward as if to stop Mai from pressing any more on Ayane. ミエ、綾音さんの言ってることは本当だよ。綾音さんは工作さんを殺してない。そんな、だったら犯人は。Ryo shakes her head and after a pause tells Mai the truth. あれは誰かの仕業じゃない。本当にただの事故だったんだよ。事故？ミエ、工作さんが高血圧を患ってるって言ってたよね。薬も飲んでるって。原因はそれとレストランで注文したドリンク、梨の宴だったんだ。梨の宴って。高血圧の薬を飲んでる時は一緒に摂取しちゃいけないものがあるんだよ。
食べると薬が効きすぎて血圧がすごく下がってしまうの。人によっては立っていられなくなったり意識を失ってしまったり。それってじゃあレストランで工作さんが口にしたノンアルコールカクテル梨の宴、あれには梨とグレープフルーツが使われていた。グレープフルーツが危険であることは薬を出す時に説明されてたと思うけど、梨の宴というネーミングからまさかそれが入ってるとは思わなかったんだろうね。それを飲んだせいで工作さんは運転中に気を失ったんだと思う。そんな私がそれに気づいてればお父さんは死なずに済んだ。ミエのせいじゃない。本当に不幸な偶然が重なっただけなんだ。でもMai breaks down in tears, and Riho embraces her gently. Behind them, Manba quietly leads Ayane out of the room. New Part 1 Epilogue. Riho. Forgets the long O sound. The next day, Riho, who had solved everything, is exploring the banks of Lake Shinji with Manabe. 結局リホは途中から気づいてたのね。工作さんの件。ごめんね。ミエにショックを与えそうで。あの場でも最後まで言おうか言うまいか迷ったんだけど。あなたはよくやったわ。Manabe gently pats Riho on the head. 突然愛する人を失うのは悲しいけれど、犯人がいなかったことで、ミエさんは誰かを恨み続けることからは解放された。救われたと言っていいんじゃない？そっか。うん、そうだといいな。きっとそうよ。今日の真鍋は優しいね。しっけえな。私はいつだって優しいわよ。あなたが変なダジャレさえ言わなきゃね。まあそれは治らないかな。Manabe sighs in exasperation and turns her camcorder at Riho. さあ、締めの一言をちょうだい、主演女優さん。いくわよ。3、2、アクション。こうして私たちの最初の事件との出会いは終わりました。全ての人を救うなんて無理だけど、大切な友人だけでも救えたなら私は満足です。次の舞台、石見の国でまたお会いしましょう。まあまあの出来ってとこね。ああ、またいつもの厳しい真鍋に。Oh. Well, that was interesting, huh? Although, I don't know what kind of medication gets canceled out with grapefruit. I don't know if that's even common knowledge. But it was an interesting fact to push in there. Although, since it's a root game, that means this is not really the story. So let's get back to part 2. Yeah, I really like this game. I think they did a good job with the... the Root series has always been really good. Maybe except for the first one. But yeah, this is really well done. I don't know, Root Film is has its place. The town of Omori, located in the Shimane Prefecture, Oda City. A scenic town built around the Iwami silver mine, once the biggest silver mine in Japan.
The Ochi, Amago, and Mori clans once fought over this mine. Surrounded by this beautiful scenery, Riho stands still in the center of the road. あなたがいなくなってもこの街の美しさは変わらない。そして私がいなくなった後も変わらないのでしょうね。この景色を見るのもきっとこれが最後。 Riho's face contorts in sorrowfully for a moment, but she soon bites her lips and looks on with resolve in her eyes. She pats down her hair as if to shake something off and turns around to stride forth. But she soon stops her stride and her expression blooms into a smile. どうだったマナベ？まあまあってとこね。悪くないわ。 Manabe, who was holding the camera and recording, walks up to Riho and she gives her a fair assessment. They use the first bit of free time they had in a while to scout out their next set in the Iwami Silver Mine. 悪くないわ。か、納得いかないな。そのしゃくれた話し方、誰のモノマネのつもりかしら？ Riho ignores Manabe's anger at her impression of her and sinks into thought. もう少しいい感じにできそうなんだけどな。どこ直したらいいんだろう。もう一回やってもいい？また？もう何回やるつもりなのよ。 Despite her griping, Manabe turns the camera towards Riho again. じゃあ、テイク5、3、2、スタート。あなたがいなくなってもこの街の美しさは変わらない。私がいなくなった後もこの景色を見るのもこれが最後。どう？ちょっとセリフ刈り込んでみたんだけど。まあ、少しは良くなったんじゃない？おお、採点激渋鬼ヤンマの真鍋先生にしては高評価。誰が採点激渋鬼ヤンマだ？ Manabe can't help but exclaim at the odd expression that left Riho's lips. It was then that it happened. ブラボー、素晴らしい演技だったわ。 A woman clad in a gaudy urban dress that appeared to be in her mid-30s approached Riho. その演技力、あなたただものではないわね。ちょっと待って、当ててみせるわ。え？そう、芸能界の人間であることは間違いないわね。ただし容姿がそれだけ優れているのに下品な主張の強さを感じさせない。容姿以外にも確固たる自信となる核を内面に持っているってタイプ。そして知名度はないながらもすでに冗談を言い合えるほど良好な信頼関係のマネージャーさんもついている。つまり露出の控えめなグラビアで認知度を上げつつ、いよいよ本格的に売り出す寸前の実力派女優さんってとこかしら。わ、完璧に当たってる。確かに実力派女優ってとこ以外は完璧だわ。は？何か不満でも？ Ignoring Riho, who has no comeback, Manabe turns to face the woman. あなたはどちら様でしょうか？ただの観光客とも思えませんが。あら失礼、まだ名乗ってもいなかったわね。私は初瀬かなと申します。え？初瀬かなさん。どっかで聞いたことあるような。あ、もしかしてRiho was about to say something as Manabe cuts into her words excitedly. もしかしてミステリー作家の初瀬かな先生ですか？銃弾論理シリーズの真鍋？そうね、私という人間を世間に理解しやすく記号的に表現すればそうなるわね。そうなんですか？まさかご本人にお会いできるなんて。スクラッチ？
私作品の拝読をいつも先生しておりまして、大ファンです。真鍋落ち着いて。日本語怪しくなっちゃってるよ。私のしたことが興奮してしまって。いえいえ、ありがとう。ファンだと言ってもらえるのはいつだって嬉しいものだわ。私このリホのマネージャーをしております真鍋翔子と申しまして。私はリホ、芸名としてリホだけでやってます。真鍋さんにリホさんね。じゃあリホさんは普段東京で女優さんをされているのね。そうなんです。今撮影で島根に来ていて。Kana is teeming with curiosity and asks Riho and Manaba a lot of questions. Or Manabe. The conversation picks up, and as time flies by, before they even know it, the sun is already setting. あら、もうこんな時間。よろしければ私の家にいらっしゃらない？明日私の誕生日パーティーをやるの。ぜひあなたたちも出席してほしいわ。いいんですか？ご迷惑じゃ。いいのいいの。うちわだけの気軽なパーティーだし、今夜は泊まって明日出席してもらえばいいわ。それは。Being invited to visit the home of an author she admires made Manabe's face light up with expectation. But she soon regains her composure and her voice fills with regret. ぜひと言いたいとこですが、もうホテルを取ってまして、今からキャンセルというわけには。あら、そうなの？なので今回はせっかくですが、すみません。残念だわ。はい、私も残念です。Manabe tries to hide her disappointment, but it still shows clearly. Seeing her like this, Riho taps Manabe's shoulder and speaks cheerfully. ねえ真鍋、せっかくだしお誘いに甘えようよ。こんな売れっ子作家の方とならいろいろお話伺うだけで演技の勉強になりそうだしさ。でも今からじゃキャンセル料が。いいっていいって、私の勉強のためになるんだから、事務所の社長だって納得してくれるって。最悪社長 NG だったらキャンセル料私も出すからさ。Manabe holds Riho's hands tightly. 駆け出しでまだお給料安いのに。ありがとうリホ。そう思うなら今度お給料上げて。それとこれとは別物。 And so the pair found themselves spending a night at the mystery author Kana Atsuse's estate. Kana drove them by car south from Orimiyachi, blah blah blah, Omorimachi, Umorimachi along the 46 highway. You know what I mean. They then crossed the intersection of the 166 highway and pulled over along the side of the road. この先にある私の邸宅はね、奇想館っていうの。奇想館？奇想天外の奇想で奇想館。ミステリー作家の邸宅にふさわしい名前だと思わない？とっても素敵な名前だと思います。さあ、話をしていたら見えてきたわよ。With that said, Kana points at a mountain near the Iwami silver mine. The capacious hall was worthy of its name. It was a beautiful Western-style house that had something of a mystery atmosphere to it. いかにもミステリーで登場しそうなお屋敷ですね。ちょっとリホ、失礼でしょ。それじゃまるで殺人でも起きるみたいな言い方じゃないの。あ、そっか。いいのよ。そのつもりでわざわざここを建てる土地に選んだんだから。え？そのつもりって？いかにも事件が起きそうなロケーションと建物。そ
そんな仕事場ならミステリーの着想も湧いてきそうじゃない？ああ、なるほど。 She built a whole house just for writing inspiration? Genius authors really are strange, huh? Wait, didn't Manabe poke fun at me for liking mystery novels? But she likes Kana's novels. Itsuse's novels are categorized as light mystery. They focus on the characters rather than the case or solving the mystery. Riho prefers orthodox or neo-orthodox mystery, so she isn't as familiar with this type of mystery novel. But it's still a best-selling mystery author's house. This is pretty exciting. As that thought crosses Riho's mind, their car pulls over in front of the estate's entrance. それじゃあ遠慮なく入ってちょうだい。中を案内するわ。Velvet floors and high-class furniture, a room decorated by antique works of art. The lavishness of the room made it clear to Riho and Manabe that this is a room for accommodating guests. ここが応接間なんだけど、あら、誰かいるわね。True to Kana's words, a man clad in a suit is sitting in the parlor. Hearing Kana's voice, the man hurriedly stood up and approached them. ちょっとカナ先生、誰かいるわねはひどいですよ。今日は新作プロットの打ち合わせするって約束してたでしょ。今までどこに行ってたんですか？ああ、ごめんなさい。すっかり忘れてお散歩に行っちゃった。お散歩？だってとってもいい天気だったんですもの。Kana's explanation made the man's expression contort with suppressed annoyance, but he didn't seem to care and turned to face Riho. ああ、紹介しておくわね。こちら東京の出版社の編集さんで、江園良吾です。そうそう、江園くんね。そうだったわ。この春に異動で先生の担当になったばかりなんで、なかなか覚えていただけないみたいで。Ezono grumbles with a somewhat stiff smile. Riho exchanges greetings with him with a hint of sympathy before leaving the parlor. すごい部屋。ここはパーティールームですか？そう人里離れた洋館でパーティーをするのが夢でこういう部屋を作ったの。だってほら、いかにも事件が起きそうでしょ。なるほど、さすがはミステリーの女王カナ先生ですね。素晴らしいこだわりです。わざわざ事件起きる方に寄せなくてもいいような。The party's preparation seems to be going well. Clean cloths are set over the tables. It's like a banquet room in the first-class hotel. This is making me look forward to the food they'll serve tomorrow. うわ、ステージまであるんですね。私はゲストがスピーチすることもあるから、よかったらリホさんも本番でスピーチしていただけないかしら。盛り上がると思うわ。いや、どうもそういうのは苦手で。アドリブ全然ダメだものね。今後の課題として克服してもらいたいとこだけど。頑張ります。今野さん、ちょっとこちらにいらしていただける？ She calls out to a man walking across the tables while checking a list. The man smiles cheerfully and raises a hand as he approaches. ああ、カナさん。こちらは今野ジョージさん。明日のパーティーの料理を担当していただくシェフさんで、わざわざ東京から来ていただいたのよ。わざわざなんてそんな水臭い。カナさんのご要望とあらば、この今野いつでも駆けつける所存です。もちろん僕の料理などカナさんの美しさやカナさんの小説に比べればメインディッシュを彩るガルニの一かけらに過ぎませんが。もう相
変わらず今野様大げさね。いえいえ、かなさんこそ相変わらずありのままでお美しい。As the two of them laugh, Riho whispers to Manabe, このタイプ苦手かも。安心しなさい、私はよ。We see, it seems tomorrow's party is being set up. A woman is moving hurriedly between the tables, putting up decorations. ヒロちゃん、ちょっと The woman notices Kana's voice. The woman, Hiro, stops working and approaches them. 紹介するわね。こちらはヒロちゃん、私の秘書なの。はじめまして、水上ひろ子です。こちらはお散歩中に知り合ったリホさんと真鍋さん。すっかり意気投合しちゃって明日のパーティーにお誘いしたのよ。またあなたはそういう突然な真似を。ごめんなさいね。この人、ほんと行き当たりばったり思いつきで行動するから。ご迷惑じゃなかった？いえいえ、迷惑だなんてむしろ光栄です。私たちもお誘い嬉しいですよ。そう、ならよかったのだけど。Is she the same as Kana? She looks like a really nice person. With that first impression crossing Riho's mind, they exchange greetings. ヒロちゃんは住み込みでマネージャーしてもらってるんだけど、とっても優秀でいつも助けてもらってるのよ。私が優秀なんじゃなくて、あなたに生活能力がないだけでしょ。目を離すとすぐに散らかすし、執筆に集中すると食事も取らなくなるしで、ほんと小説書くこと以外は点でダメなんだから。でもそうやってあなたが支えてくれるおかげで私の望みは全部叶ったわ。この屋敷だって希望通りのものがちゃんと出来上がったし。そりゃあなたの書いた図面という名の落書きじゃどうしようもなかったからでしょ。この部屋は爆弾も平気とか、ここはエカテリーナ2世のイメージでとかじゃ設計士さんも困っちゃうわ。でもそれ全部うまいことを図面にしてくれたのよね。さすがヒロちゃんは私のことをよく分かってくれてるわ。本当にもう調子いいんだから。Hideko heaves an exasperated sigh, but cracks a forced smile. Riho gets the impression that she's like a helpful mother. なんだかお二人は随分と息が合っておられるようですね。そりゃ高校の時からの友達だもの。同じ文芸部でミステリー好きで、当時は一緒にミステリー作家目指してトリック考えたりしたものよ。ヒロちゃんは卒業する時に作家になる夢を諦めちゃったけど。そうだったわね。でも今はマネージャーとしてあなたを支えるのが一番楽しいわ。ひろこさん優しいな。誰かさんもこれぐらい優しくしてくれるといいんだけど。知ら誰かさんがカナ先生と同じくらいの実績残してくれたらいくらでも優しくしますけどね。セイロンティー。 The four of them chat for a while longer, after which Hideko returns to preparing for the party. Well, I have a room. ここがこれから二人に泊まっていただく部屋よ。Kana leads them to the fourth guest room on the Capricious Hall's second floor. うわー、素敵なお部屋。ここに泊まれるならその辺のホテルより全然いいです。そうでしょう。 Riho looks into the room. The room's basic theme was the color white, and the ornaments had a soothing atmosphere. この部屋にはちょっとした秘密が仕掛けてあるから後で挑戦してみてほしいわね。秘密ですか？そう、寝る前にでも調べてみて。きっと楽しんでもらえると思うわ。
カナ先生の書斎もこの建物にあるんですよね。もちろんよ。見たい？はい、ぜひ。 Wow, she didn't even stop to think. 見てもらうのは構わないんだけど、無理にとは。いや、書斎は3階にあるんだけど、3階への行き方は秘密なのよね。だからこれをつけてもらえるかしら。 Kana hands the two of them a pair of eye masks. It seems she wants them to go there blindfolded. なんかバラエティ番組で拉致される芸人さんみたいな。 Rihu and Manabe have their eyes covered and walk slowly and carefully with Kana pulling them by the arm. 少し狭いから気をつけてね。あと段差も。見えない中歩くって結構怖いな。 Something bumps up against Rihu's shoulder. 何？どうしたの？わかんないけど、なんかぶつかった？大丈夫大丈夫。そのまま前に進んで。怖いな怖いな。 The next moment, Rihu's body is overcome by a familiar sensation of floating. This is an elevator moving, right? はい、到着。アイマスク取ってもいいわよ。 眩しい。 The two of them take off their masks, and an even more decorated floor than the one below entered their field of vision. ここが私の書斎がある3階フロア。限られた人間以外はここまで上がってこれないようになってるの。そんなところに入れるなんて、ファンとして感激です。それじゃあ案内するわね。ここが私の書斎よ。ここがカナ先生の書斎。おーい真鍋、変質者みたいになってるよ。だってカナ先生の書斎、満ち足りてなおやエンドレスダンスが執筆された場所。いや、ここは建てたばかりだから前の本を執筆したのは別の場所なんだけど。カナ先生が私にツッコミを。嬉しい。真鍋さん、かなり面白い人ね。メモしてもいい？普段はここまでじゃないんですけどね。すごい本の数。これでもまだ一部なのよ。どうしても資料がすごいことになっちゃうのよね。これでも一部？作家なんてみんなそんなものよ。あなたも女優なら演技のための小難しい本の1冊や2冊持ってるでしょ？もちろんです。 I can't tell her I've only got movies. このパイプみたいなものは暖房じゃないですよね。これはね、ニューマチックシステム。知ってるかしら？ニューマチック？古い映画とかで見たことない？空気圧を利用した装置でパイプを伝って別の部屋にカプセルを送ることができるの。資料室は下にあるんだけど、そこからこれを使って資料を送ってもらったりとかしてるのよ。普通に小さいエレベーターとかじゃダメだったんですか？だってこういう SF チックなものの方がかっこいいじゃない。わかります。ガジェット感とか古典 SF 感とかいいですよね。そうそう、わかってるわね、あなた。はい。 Whoa, she's so happy Kana complimented her. このパソコンで執筆するんですか？そうね、5年前まで手書き派だったんだけど、
やっぱり便利だから切り替えたの。執筆中にそのまま調べ物もできるしね。Oh, is there no exit? Alongside dictionaries and history books, there are technical manuals on the shelves. They cover many fields: geography, medicine, engineering. Right, she needs to draw on all sorts of sources to think of tricks. Miss Kana always looks so flighty, but she's really a pro. ニューマチックシステムか。どんな感じなんだろう。試しに1個カプセルを送ってみましょうか。With that, Kana places a capsule in the pipe's opening and closes the door. She then presses a red button nearby and... whoosh! The capsule slides down with the sound of air being sucked. ざっとこんな感じね。下からもこんな風に登ってくるのよ。これは確かに面白いですね。でしょ。ちょっとした遊び心が仕事場に潤いを与えるのよ。このパソコンで執筆するんですか？そう、執筆。ここはヒロちゃんの部屋なんだけど、今は設営準備中でいないわね。マネージャーさんの部屋ですか。さすが先生のマネージャーさんだけあってよく整理整頓されてますね。もう本当にできる子で、彼女にいろいろ頼りっきりだから、もしいなくなっちゃったら困っちゃうわ。それじゃあ普段はひろこさんと先生の2人暮らしなんですか？うん、そう。あ、いえ、実はもう一人住人がいるんだけど、あまり外に出たがらない子でね。明日のパーティーには出てくるはずだから、その時に紹介するわ。It kind of looked like she hesitated to mention it. I wonder if there's something weird about that person. Sorry for the chewing sounds. I just taking some Fisherman's Friend for my sore throat and cough. Can't take too much of it though. ここはバスルームよ。広い。Kana stands proudly before her spacious bathroom. The bathroom is white and clean looking, and an eagle relief built into the pillars lords over the otherwise quiet room imposingly. Can't imagine taking a nice calm bath with that realistic eagle standing there. Despite being called a relief, it was very well made. Its piercing gaze seems to glare at whoever's in the room as if they were prey. ジャグジーバスなの。気持ちいいわよ。さすがカナ先生はお風呂も一級品なんですね。さて、3階はこんなところかな。屋上からの景色も見せてあげたいけど、今日はもう暗いしやめておきましょう。屋上にも出られるんですか？ええ。ただし屋上へ行くにはちょっとしたトリックを解かないとダメだけどね。Kana winks and smiles mischievously. さて、そろそろ私は仕事に戻らなきゃ。2人ともまたアイマスクつけてくれる？下へ送るから。はい。The two of them put on the eye masks again, cloaking the world with darkness. Kana takes them by the hand and leads them back. After parting from Kana, the two return to the guest room that's been allotted to them. They were given time to do as they pleased until tomorrow's party, and so the two took a shower and spent their time relaxing. なんか今日はいろいろあったな。すぐ寝られそう。そう？私は興奮して寝られそうにないけど、まさかあの初瀬カナの邸宅に招かれるなんて今でも夢みたいだし。ああ、カナ先生ね。売れっ子作家だけあって風変わりな人だったな。そ
そういえばさ、かな先生、この部屋には秘密があるって言ってたよね。あれどういう意味なんだろう。さあ、ねえ、調べてみようよ。また始まった。余計なことに首突っ込まない方がいいと思うけど。余計なことじゃないよ。わざわざ秘密があるって言ったってことは、それを解いてみろってことでしょ。つまりミステリー作家初瀬かなからの挑戦状だよ。そう言われるとちょっと興味出るわね。でしょ。寝るまでの暇つぶしに部屋を調べてみよう。Alright, let's stop it there for today. This is Audapostrophe. You've been watching Root Film on Nintendo Switch. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.